こんにちは、斉藤直樹です。今回はキャラクターイラストを描く上で意外と困りがちな問題。年齢によるキャラの描き分け問題です。絵を描くとね、いつも無意識に描いてしまう年齢ってありますよね。16歳ぐらいの少女を描きがちな人もいますし、20歳ぐらいの青年を描きがちな人もいると思います。僕はね、高校生の時は、もう毎日しわくちゃなおじいちゃんの絵を描いておりました。でも無意識に描きがちな、それ以外の年齢のキャラって、意外とね、描こうと思うと、どう描くんだっけってちょっと困ったりすることが多いと思います。この動画を見ていただければ、キャラクターの年齢による描き分けのポイントを知っていただけて、自由自在に描き分けられるようになると思います。ぜひ最後までご覧ください。さて、キャラの年齢感に関する質問来ておりますので紹介します。30代、唐揚げレモンさんからの質問です。お疲れ様です。投稿いただいている動画、いつもお世話になっております。私が質問させていただきたいのは、キャラクターの顔に男女の差、老若の差を出すコツについてです。個人的にかっこいいな、可愛いな、と思ったイラストで、上記の差を見比べて、目と眉が近いから男っぽくてかっこいい。斜めから見た時に、頬骨が高いとかっこいい。逆に、頬骨が低く、ふっくらさせると幼い感じ。筋肉質だと男性に見える。髪がサラサラっと長いと女性的。など、パッと目につくミクロな特徴は意識できます。しかし、いざ自分で書き出してみると、それらの特徴を組み込んでも指して、意図したキャラクターの男女の老若の差が出ていないように感じてしまいまんじゅうこれからも個人的に探求していきたい悩みですが、もしよければ、キャラクターイラストで男女や老若の差の違いを明確にできるコツがあれば教えていただきたいと存じます。よろしくお願いします。はい、とのことです。はい、男女の書き分けと年齢の書き分けっていうことで解説していきますね。それでは早速行ってみましょう。年齢による女性の書き分け方。まずは女性キャラの年齢の書き分けについて解説していきますね。まずは5歳児から。はい。どうも。はい。このぐらいの幼児を描くときのポイントはですね、とにかくおまんじゅうみたいに顔をまん丸に描くことですね。もうね、ほっぺたがプニプニしていて、縦よりも横にボリューム感を膨らますイメージで描きます。で、目の位置なんですが、耳の横に目が来るのは全年齢変わりがないので、目の位置はね、そういう意味では固定なんですが、そこから見た時のこの部分、この口と鼻と顎の部分ですね。ここを見比べた時に、目と鼻と口、そして顎が近くて、下にですね、あんまり長くなく描くと、幼児っぽい見た目になります。はい。あとはですね、髪型も大事ですね。頭の横で二つ結びをしていると、結構幼く見えます。なので、これから解説する年齢の書き分けでもですね、顔の中身は同じなんだけど、髪型を調整することで、もう少し若く見せる。逆にもう少し大人びて見せる。そういうコントロールをすることができます。次は10歳児です。はい、どうも。違いを分かりやすくするために5歳児と並べてみせます。こうやって見比べると分かりやすいと思いますが、もうちょっと鼻と口と顎を5歳児よりも下に下げるイメージですね。あとはですね、表情って意外と大事なんですが、ちょっとムスッとさせても反抗期っぽい年頃を演出できると思います。はい、どんどんいきます。次16歳ですね。10歳あたりとの描き方の違いは僕としてはですね、少しほっぺのプニプニ感を抑えることと、あとね、全身は見えてないんですが、頭身が上がって顔が小さめに見えますので、若干首を太くしてもいいかなというふうに思います。あとは目鼻立ちをはっきりさせることもポイントですね。そうすることでね、10歳児と違って知性を感じさせることができると思います。で、20歳はこんな感じですね。はい。ちなみにですね、さっきから5歳刻みぐらいで上がっていって、で、その間はって思っている人もいるかもしれませんが、今紹介した年齢の間はですね、僕の場合は特に書き分けていないか、必要ならさっきも言ったように髪型で調整します。そこまでね、細かいパターンを持っていなくても、このぐらいのパターンの書き分けができていれば、十分に書き分けができていると思って問題ないと思います。はい。で、話を戻して20歳。その人にもよると思いますが、顎をですね、少ししっかりめに書くと、年齢感が少し上がって見えると思います。あとですね、ものすごく細かいんですが、鼻筋をですね、少し縦に長く書くことでも、年齢感を上げられますね。あとはそうですね、目のハイライトの大きさでしょうか。目自体をそこまで小さくしようとは思わなくてもいいんですが、目の大きさはそのままでも、目のハイライト、この光の大きさを小さくすることで、目のキラキラ感を抑えられますので、ちょっとね、大人びて見えるようになると思います。あとはね、意外とここ大事。ピアスですね。これね、小さくてもいいので、ピアスをつけることで、なんかちょっと大人びた雰囲気になりますよね。さて、ちょっと年齢が飛びます。40歳。30歳ないのかよって思うかもしれませんが、書き分けようと思えば書き分けられなくもないんですが、ここの年齢の差は、顔
というよりも服装かもしれません。30歳はそこまで顔の描き方は変えずに、服装をですね、もうちょっとこう上品にしたり、大人っぽい感じにすれば30代に見えると思います。で、40歳はですね、僕もですね、あんまり描いてって言われることが少ないんですが、強いて言うなら、少し骨張った感じを強調するような感じです。鼻筋をこう強調してあげたり、あとは顎をちょっと角張らせたり、あとは頬骨を描いてあげてもいいかもしれません。あとはこんな風に口の端っこにほうれい線を追加すると、さらに年を感じる演出になるでしょう。あと、大きめのイヤリング。これをつけると大人の女の人感が一気に増しますので、これもキャラによっては効果的だと思います。で、最後70代ですね。はい。この間もね、めっちゃ飛ぶんですが、そもそもね、この辺をしっかりと書き分けてほしいっていう需要自体がね、そんなに僕に向けられていないので、日頃ね、あんまり細かく書き分けることはないですね。強いて言えば40歳のまま白髪を少し増やすとか、あとはさっきも言ったようにほうれい線とか、あとは目尻のシワを追加することで、50歳、60歳は表現できると思います。で、70歳はね、顔から肉が落ちてくるので、こういう言い方をするのは適切かどうかわかんないですが、こう顔の中身のね、骸骨、この頭蓋骨の形を意識しながら描くと、お年を召した感じを表現することができると思います。シワもね、さっきよりもくっきりはっきりと描きますね。はい。あとは色を塗る際も、髪の毛をね、黒々とした色で塗るよりも、グレーヘアとかにしてあげると、年齢感を高めることができると思います。はい。女性の描き分けはこんな感じです。全年齢並べて比べてみましょうか。はい。こうして並べてみると、描き分けがはっきりわかると思います。5歳から16歳ぐらいまでは、目の位置はそのままに、鼻から顎までを下に伸ばして、で、見えてないかもしれませんが、頭身を上げていくことで、年齢感が上がっていきます。体は見えてないって言っても、こう、顔周りだけでもね、頭身感は、こう、肩幅に出ますから、5歳児は肩幅を狭く、顔と大体こう、同じぐらいの肩幅にして、16歳ぐらいになってくると、もう少し肩幅があるように描くと、頭身が上がっている感じを表現できると思います。そういう意味でね、肩まで絵に入れた方が、年齢の書き分けはしやすいですね。で、そこから上の年齢は、20歳、30歳と年齢が上がっていくことに、骨割った感じを強調していくっていうことでしょうか。具体的には、鼻筋をしっかり描いていくこと。あとは、顎の角張りを強調していくこと。あとはね、頬骨とかですね。ここの骨をちゃんと描いていきましょう。あと、こうして見比べると、目の大きさもね、少しずつ小さくなっていくような感じがしていますね。いや、目の大きさを小さくしていくっていうよりかは、おそらく本来の人体の比率的には、40歳の目の大きさが自然なんだけど、16歳ぐらいは、目がキラキラした少女っていうね、そういう感じを強調するために、目を不自然なほど大きくするというデフォルメをここに加えることで、少女感をアップする魔法をかけていて、で、年齢が上がるごとに、その魔法が徐々に溶けていくっていう感じなのかな。そういう感じを意識するといいかもしれません。はい。全体を通してまとめるとそんな感じですね。次は男性の書き分けに行きましょう。ちなみに男性はですね、女性の書き分けよりも簡単です。年齢による男性の書き分け方。次、男性の書き分けについてですね。まずは5歳から行きましょう。はい、5歳の男の子は、正直女の子と顔の中身の書き分けはないですね。この頃の子供って、男の子なのか女の子なのか、あんまりわからないところがあるので、さっきと同じようにね、プニッとしたおまんじゅうのような顔を描いて、で、髪の毛を長くすれば女の子、髪の毛を短くすれば男の子、そのぐらいの書き分けでいいと思います。あえて言うなら、この頃の女の子って、男の子よりもはっきりと言葉を話す傾向があります。女の子ってね、口が立ちますからね。なので、これは表現できるかわかりませんが、若干ね、口下手そうな感じを意識すると、男の子っぽくなるような感じが、いやでも、性格によるか。今のは忘れてください。はい、次は10歳です。はい、10歳の男の子はね、スポーツ少年代に入って急に坊主頭にしがちですね。なので、こんな風にね、クリクリ頭にして、で、ジャージを着せればね、だいたい10歳に見えます。はい、だいたいね、この頃は T シャツかジャージしか着ませんね。で、顔つきなんですが、女の子と同じように、目はそのままでね、鼻と口と顎を下に下げると、5歳児よりももうちょっと成長した男の子感をアップすることができますね。はい、サクサクいきましょう。次は16歳です。はい、16歳の少年はですね、目を前髪で隠しがちです。急にね、自意識が芽生えて、異性を強く意識しますし、声もね、急に低くなっていって、体の変化が激しい時期なので、自分の中に発生したね、内面の気持ち悪さを他人に、特に女の子に悟られないようにって意識した結果、感情が現れやすい目を前髪で隠します。あと、大体四六時中ですね、前髪を指でいじってますね。はい。それが16歳のオスです。はい。20歳行きましょう。ドン。
はい。20歳はですね、この頃は大体ですね、ニュージーランドとかに留学して、周りの白人がね、全員マッチョで、ガタイが良くて、で、それと比べて自分の体が小さいことにコンプレックスを抱きがちですね。なので急に体を鍛え始めて、首がめちゃくちゃ太くなります。はい。ちょっとふざけすぎたので、もうちょっと顔つきのことを真面目に語るとですね、これも女性と同じくですが、鼻筋を長く描くと大人びた感じが表現できると思います。あとですね、これは意識的な問題なんですが、女性を描くときにはそれほど顔の立体を意識しなくてもいいんですけど、男性を描くときにはですね、顔の立体がどうなっているのかを強く意識した方がより男性っぽい感じを表現しやすいと思いますね。特に影をつけるときには立体の意識って結構大事だと思います。で、次40歳。はい。40歳はですね、20歳と30歳でいろいろなことにチャレンジした結果、ひどい裏切りを経験することになるので、人の目をまっすぐに見られなくなり、目をそらしがちですね。はい、表情もどことなく諦めの色が混じるようになります。はい、もうね、30歳で脱サラして、ようやく立ち上げた会社、事業がね、やっと30代の半ば、軌道に乗り始めて、もうすべてがうまくいってね、うひょーって調子に乗ってたら、隣でね、一番信用していたやつが、会社の金を着服、持ち逃げしてね、それが発覚して、それがね、もう世の中のニュースにもなったりしてね、大炎上、吊るし上げを食らいます。もうそのストレスでね、酒に逃げて、で、結婚しているにもかかわらず、複数の女性にも手を出してね、で、それが妻にもバレて離婚。娘からも軽蔑の目を向けられます。もうパパ最低って。はい。なので、まっすぐに人を信用できなくなるんですね。築き上げたものを全て失ったような気がするんですが、そこまで地に落ちてね、やっと吹っ切れた感じがして、もう俺には何も失うものはね、でね、そこから再起を目指す、みたいな。そういう表情ですね。はい。というのは半分は冗談で、特に鼻周り、目元周りに立体感を意識した線やシワを描いてあげると、40歳っぽいイケオジ感が出ると思います。はい。あとはですね、髭ですね。顎髭を描いてあげると、おじさんっていう記号になりますので、髭はね、年齢間の書き分けにおいてはすごく便利だと思います。で、70歳。はい。はい。もうね、語ることはほとんどないんですが、ここは何があったんだっていうぐらいの変化ですね。はい。70歳はね、僕も経験していませんが、いろいろね、もうさっきも言ったように、紆余曲折あって、すべてがもうどうでもよくなりました。はい。すべてがどうでもよくなった結果、ものすごくポジティブな気持ちになりますし、もう人にどう思われてもいいや。俺は俺のままでいこうってね、ありのままの姿で人前に出ていけるようになります。はい。もうね、男性は大体こんな感じになりますね。白いランニングシャツと腹巻きですね。はい。これで完璧です。さあ、じゃあ男性と女性、すべて出揃ったところで、すべて並べてみましょうか。はい。こんな感じです。男性も女性もですね、年齢別の書き分けということに関しては、意識するところは同じですね。16歳ぐらいまでは、目は大きいまま、鼻と口と顎を下に伸ばしていって、で、そこから上の年齢はですね、骨張った感じにしていくことで、年齢感を上げることができます。で、男性の場合には、髭という記号を使うことができるので、髭を描くことで、この人は30代、40代の男なんだよ、ということを記号として表すことができますので、その辺をうまく使っていきましょう。はい。といったところでいかがだったでしょうか。そこまで厳密にね、年齢の書き分けができなければいけないっていう場面はね、プロとしても少ないと思いますが、もしね、書き分けに困ったら、この動画を参考にしてみてください。そして、お知らせです。前回の1ヶ月で上手くなる動画に引き続き、さらに、ステップアップを目指す動画、6日間でステップアップ、イラスト秘伝の書が Vimeo にて発売中です。道具解説では、僕が日頃愛用している道具の紹介や、便利な裏技の紹介、キャラクターデザインの章では、デザインをする上で、ここを押さえると、人を引きつけられるデザインになるよ、というデザインのポイントを解説。パースの章では、どのようなパースをかけると、狙った演出効果が得られて、絵を立体的に、そして魅力的に見せることができるのか、基礎の説明から実際のやり方を実践します。はい。背景の章では、ついついね、難しい、めんどくさいって思ってしまう背景について、初心者でもこう考えると背景って簡単に描けちゃうよという具体的手順をお伝えします。そしてここ大事。イラストをぐぐっと引き立たせるためのエフェクト表現ですね。プロがもう感覚でやっているエフェクト表現についてうまく描くためのコツを言語化しちゃいました。そして最後は質疑応答の書。現代の多くのね、クリエイターが悩んでいる SNS 運用のやり方や生成 AI の問題、そしてモチベーションの上げ方について僕なりの答えをお伝えしました。気になった、興味があるという人はですね、動画下の概要欄に URL を載せておきましたので、そこからぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。